ハンドメイドきよちゃんです。今回もダイソーさんのコットナブルを使って作品をご紹介します。今回は3色使って編んでいきます。162番のアイリスと163番の桜、167番のリリーホワイトを使います。詳細は前々回、こちらのアイリスのトップスを編んだ時にご紹介していますので、そちらをご覧ください。用意するものは、とじ針、糸切りばさみ、マーカー、メジャーになります。編まれる方は最後まで必ずご視聴してからお編みください。訂正箇所などありますのでご注意ください。3.5 ミリの6号針で編んでいきます。はい、糸を2本にして2本取りで編んでいきます。針に糸をかけてぐるっと回して、また針に糸をかけてこの輪に入れます。で、この手前の糸端を引っ張ると目が絞ります。ここのね。で、向こう側を引っ張るとこの輪が、絞られますので、ここから、これは目に入りません。ここから、鎖を編んでいきます。針に糸をかけて引き出して、これで1目、2目、3目、4目、40目編んできました。細編みを編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んで、そのまま今編んだ前のここの目、鎖の1本と裏山をこの拾う形で細編みを編みます。はい、そしたらここ最初の目になりますのでマーカーをしておきます。はい、同じようにこのように拾って細編みを編んでいきます。40目、こちらの最後まで編んでいってください。40目編んできました。そしたら最後の目はあと2目編み入れます。1本を拾って細編み、もう一回細編み、はい。なので最後のところは3目細編みが入った形になります。そしたらまた、この、1本残ってる目を拾って細編みをこちらまで編んでいきます。この糸端は編みくるんで一緒に編んでいきます。はい、こちらから戻ってきました。最初の目になりますので、ここで、細編みを2目編み入れます。はい、こちらで3目編み入れたので、こちら最初にね細編み編んでますので、最後に2目編んで、こちらも最初の目を3目細編みを編み入れたことになります。そしたら、最初の細編みのところに、糸を引き抜いて絞っておきます。はい。ここにもマーカー入れときますかね。今2目編んだここの最初の目にマーカーを入れておきます。そしたら、2段目立ち上がり1目
編んだら、最初の目に細編みを2目編み入れます。同じ目に2回細編みを編んで、このマーカーの手前まで細編み1目ずつ編み入れていきます。はい、こちらから編んできました。マーカーのところに来ましたので、ここから3目は、2目ずつ細編みを編み入れていきます。はい、ちょっとね、2本取りなので、ちゃんと2本拾って。はい、これで、1、2、3、4、5、6目入りました。そしたら、また、1目ずつ細編みを編んで、こちらのマーカーのとこまで編んでいきます。はい、こちらから編んできました。マーカーのところに来たので、マーカーを外して2目ずつ編み入れます。はい。で、最後の目、2目編んで、これで2段目終わりますので、最初の目に糸を引き抜いて絞って、これで終わります。そしたら3段目に1目細編みを増やしますので、最初に、編み入れたいと思います。細編みを1目編んで、もう1回同じ目に針を入れます。マーカーしておくと分かりやすいかな。これで2目編みました。あとは増し目なくぐるっと、こちらに来ても1目ずつ編んで戻っていきます。はい、1周編んできました。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、これで3段編み終えました。あと1周編もうかな。編んでいきます。これは、増し目なく89目編んでいってください。はい、4段編んできました。最初の目に糸を引き抜いて、これで4段目が編み終えます。そうすると、だいたいここからここまで27センチぐらいになります。目を増やす場合は5目増やせば、こっちとこっちで10目増えることになるので、5目ずつ増やしていけばいいと思います。4段細編みで編んだら、次から長編みで編んでいきます。立ち上がり鎖3目で立ち上がって、これも長編み1目分になりますので、そのまま、長編みをあと4目5目、この配色で編んでいきますので、長編みを4目編みます。はい、これで長編み5目編んだ形になります。立ち上がりの3目目にマーカーを入れておきます。そしたら、この4目目の途中、ここで未完成の状態で、もう一回やりますね。長編みを、これで未完成になります。そしたら、次は、こちらの桜色で、
編んでいきたいと思います。はい。糸玉を、アイリスのこの薄紫の手前に置いて、2本取りで同じように編んでいきます。最後引き抜くときにこのように小指で持ってこれで引き抜きます。はい、ちょっと糸を引っ張って調節してください。そしたら、このアイリスも一緒に編みくるんで編んでいきます。次長編み5目。はい、1、2、3、4、4編んだら5目め未完成を編んで最後に向こう側から、この薄紫のアイリスで引き抜いて、これでまたこちらの糸で5目編んでいきます。2、3、4、5、5の途中で手前側の桜色で引き抜いて、こうやって交換しながら編み進めていってください。回し目はありませんので、そのまま編んでください。向こう側から引き抜いて編んでいきます。一周編んできました。で最後、桜色で1、2、3、4、5、5目目の今未完成を編んで、向こう側から、アイリスの糸で引き抜いて、これで終わります。はい、そしたらもう一段同じ色で編んでいきますので、この最初の立ち上がりの3目目に糸を引き抜いて目を絞って、それで立ち上がります。1、2、3目編んでいきます。この時に、この、編み地がこう目の頭にこのように針を入れていくと、斜めになってしまいます。なので、ここに針を入れるんじゃなくって、こちらに針を入れて長編みを編んでいきます。立ち上がりの3目目にマーカーを入れておきます。はい、こちらに針を入れています。そしたら、5目目は同じように手前側から入れるの忘れた。そうでした。すいません。立ち上がったらこのここからですね、目の頭じゃなくてここ左側の足の
この V の左側入れたら、この桜を針の上に乗せて編みくるむのを忘れずに編んでいきます。立ち上がりの3目目で、3目目じゃないか、もう1目で、こっちに針を入れて長編みを編みます。3目目にマーカーを入れておきます。はい、こちらに針を入れて長編みを編んでいきます。はい、長編みを最初4目編んで、はい、糸を変えてね、はい、編んでいきます。ここ長くなっちゃってる。紫も編みくるんで編んでいってください。1段編んできました。ここ1、2、3、4、5目目で、配色を変えるところなんですけど、次の段はまたこの桜色で編むので、ここで、普通に長編みを編んで編み終えます。で、3目目に糸を引き抜いて、糸を絞って、これでそのままこの桜色で立ち上がります。それでまたこの3段目以降も、というか2段目からそうなんですけど、3段目以降もここのね、ここじゃなくて、この足のこの V の左側に針を入れて長編みを編んでいきます。立ち上がりの3目目は一応マーカーを入れて編んでいきます。あ、すぐここで忘れちゃうんだよね。この時にあ、そうだ、次からこの紫は一回少しだけ残して糸をカットして、ここで配色が変わるので、今度ホワイト、桜色とホワイトに、なります。ホワイトは、向こう側に置く形にして、桜色を手前側にして、糸玉を置いておきます。はい。ここじゃなくて、ここですね。これで、長編みを4目編んで、途中から向こう側に置いたこのホワイトの糸で糸を引き抜いて、ちょっとあんまり長くあれでもこのように小指で持って、はい、糸を引き抜きます。そしたら針に糸をかけて、またこの、桜色を一緒に編みくるんで、こんな感じで編んでいきます。あとは同じですね。
本撮りなのでちょっと編みづらいですけど、はい、5目めに来たら、今度は手前側に置いた桜色で引き抜いて、はい、編んでいきます。ホワイトを編みくるんで、今度は編んでいきます。一周編んできました。1、2、3、4、5、5目めの最後は、この桜色で引き抜いて、長編みを完成させて終わります。で、最初の立ち上がりの鎖3目の3目めに引き抜いて、これで、1段、3段目ですね、編み終えます。そしたら、立ち上がってマーカー入れときます。はい、また白いこれを忘れますね。これも編みくるみながら、すいません。これを編みくるみながら、こうです。編んでいきます。この段を変えるときに編みくるむのを忘れてしまいがちなので、気をつけたいと思います。じゃあ1段編み進めていってください。また1段編んできました。白が、5目めになりますので、ここで、2段ごとなので配色が変わります。今度は4段で一模様になるので、また紫を、糸をつけて、ここで引き抜いて、はい、4段目が終わります。マーカーを取って、で、3目目、立ち上がりの3目目に糸を引き抜いて、ここで絞って、これで4段目が終わります。そしたらまた立ち上がって編んでいく形になります。はい。この、白い糸はここで1回またカットして紫と変わります。こちらの、桜色は編みくるんでいきます。はい。マーカーをしといて。はい、4段一模様になりますので、この繰り返しになります。長編みの4目め、最初は4目めで手前にそのまま桜色は手前に置いてあるので、手前から引き抜いて、でこのアイリスの糸を編みくるみながら5目長編みを編みます。
5目めの途中で今度は向こう側に、糸玉を置きましたので、これで、引き抜いて、これで完成して、また桜色を編みくるみながら編んでいきます。はい、これの繰り返しで編み進めていってください。はい、一周編んできました。で、糸を引き抜いて、で、このつけた糸端も一緒に編みくるんでいこうかなと思います。たくさんね、糸端が残るとちょっと始末が大変になるので、立ち上がってから、このちょっと下のね、ここに針を入れて、この、桜色と一緒に、この紫の前段で付け足したこの紫も一緒に編みくるんで長編みを編んでいこうと思います。そうすれば少しでも糸端の始末が少なくなるので、楽かと思います。はい。では編み進めていきます。はい、このように長編みを26段編んできました。最後にこの桜色で1、2、3、4目、あと1目残すところに来ています。そしたら、最後長編みの未完成を編んだら、前に置いて後ろからこの紫アイリスの糸で完成させます。そしたら、立ち上がり3目めに、糸を引き抜いて、これで26段目が編み終えました。これでだいたいサイズが幅が30センチ、深さが29センチに平置きでなります。そしたら1段細編みで編んでいきます。この桜色は、始末分だけ残してカットします。では、立ち上がって、最初の目から編んでいきます。細編みの方が目が細かくなるので、ちょっと一目増やしたいと思います。この端のところで、最初の作り目のところで、一目増やします。はい。そして、次のところから細編みを編んでいきます。
こに糸端があるので、これを編みくるみながら編みます。一周編んでください。一段細編みで編んできました。そしたら最後、最初の細編みの目に糸を引き抜いて、そしたら真ん中を、ここが真ん中の5目になるので、1、2、3、ここですかね。ここに印をつけておきます。反対側も1、2、3目目にマーカーをしておきます。そしたら持ち手を編んでいきます。10目のところ、ここもマーカーを入れておきます。真ん中から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目。はい。ここに、持ち手をつけたいと思います。でこの、今まで編んできた糸はそのまま切らずに一旦残しておきます。2本新しく用意して、こちらに鎖で編んでいきます。はい、目に針を入れて糸を引き出して1、2、3、4、はい、59目鎖を編んできました。そしたら最後、このマーカーをつけたところに糸を引き抜いて、これで、60目目鎖を編んだことになります。そしたら糸を引き出して、ちょっと糸始末分だけ残してカットします。外れないようにこの穴開いてるこの目のところに通して、ちょっとここの編み地に、長編みのところの編み地に少し縫い付けておきます。はい。こちら側もちょっと目が絞ってしまわないように、これも鎖の一目分として、数えますので、目を絞ってしまわないように、ちょっと間隔を、ここね、このくらいね、あんまり緩くもならず、同じぐらいの、目の大きさで残して、こちら側に縫い付けておきます。そしたら、休めておいたこちらの糸から細編みで、ここまで編んでいきます。はい、立ち上がってそのまま、増減なく編んでいきます。はい、ここの最後の目は、この鎖の最初の目と2目一度で編みます。はい、
3本を一気に引き抜いて、これで2目一度ができました。ここもマーカーを入れておくといいと思います。はい、そしたら、この鎖のところになりますので、1目ずつ鎖を拾って細編みを編んでいきます。これは、はい、この鎖の1本と裏山を拾っていけばいいと思います。はい、こちらまで細編みを1目ずつ編んできました。でこの鎖の60目め、作り目の60目めにも針を入れて糸を引き出したら、この袋の方のこの、作り目を入れた目の隣の最初の目に針を入れて糸を引き出して、これで2目一度の細編みを編みます。そしたら、またこちらの袋のところに針を入れて1目ずつ細編みを編んでいきます。このように、反対側も、鎖目の作り目をつけてこのように編んでください。はい、ぐるっと1段編んできました。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、これで持ち手の1段目が編み終えました。また、立ち上がって1目目から細編みを編んでいきます。このマーカーがついてある2目手前まで編んでいきます。はい、2目手前まで編んできました。そしたら、このマーカーの隣の目と、先ほど2目一度で編んだこの目と、この持ち手のところの目、この3つを3目一度で編みます。はい、そしたらここもマーカーを入れといた方がいいと思います。で、持ち手の方を編んでいきます。はい、こちらまで編んできました。そしたら、ここも3目一度、ここが先ほど2目一度を編んだところなので、その手前から糸を1目ずつ引き出して、でここが、作り目の目ですので、この隣のここに針を入れて3目一度、123、4本を引き抜きます。はい。で、任しときますね。で、また同じように、こう細編みで1目ずつ編んで、こちら側も同じように編んでください。はい。2段目ぐるっと編んできて、最後もまた糸を引き抜いて、これで終わります。そしたら、あと1段同じように編みます。このマーカーをした3目一度を編んだところの手前からまたここ角を3目一度で編んで、あとこちらに来てまたここの、3目一度で編んだ目の手前からまた3目拾って3目一度を編んでいきます。はい、外側3段持ち手を編んできました。そしたら糸を引き出して
裏側に、裏側の編み地に縫い付けて糸端の始末をします。はい。はい。こんな感じで出来上がりました。そしたら、持ち手の内側を、編もうと思います。この重心のところ、持ち手の持つところの方がかえって目立たないと思うので、ここら辺から糸端をつけて編んでいこうと思います。引き出して一目鎖を編んで、同じ目に細編みを編んで、印をつけて一目ずつ編んでいきます。ここの、付け根のところの手前まで編んでいきます。細編みで編んでいってください。この、作り目の残ってるこの1本を拾って編んできます。付け根のとこまで来ました。そしたらこの、作り目の最後の目、作り目の最後の目と、ここは作り目をつけたところの目になりますので、こちらに針を入れて2目一度の細編みを編みます。そしたらマーカーをしておいた方がいいですね。で、隣からこちらの付け根の手前まで編んでいきます。で、こちらから編んできました。そしたらここが持ち手の最初の作り目になるので、ここが、その編み入れたところの目のところになります。その手前と、この作り目の一目を拾って2目一度の細編みを編みます。マーカーしておきます。また一目ずつ、ここの最初の目まで編んでいきます。はい、同じように最初の目に糸を引き抜いて、これで内側を1段編んできました。2段目も、基本的に同じです。外側の編み方を、ここの付け根のところを2目一度で編もうと思います。はい、付け根のところに来ました。ここが、2目一度を編んだところで、その手前のところに針を入れます。マーカー邪魔なので外します。で、糸を引き出して、ここが2目一度編んだところなんですけど、ここを飛ばして、次の目に針を入れて、また2目一度編みます。はい。マーカーしといた方がいいかな。はい。そしたら、また同じように編んでいきます。はい。こちらも同じです。ここが2目一度したところなので、ここの目を飛ばして、こことここを2目一度に編んで、で、またここの立ち上がりのところまで戻っていきます。
はい、最後の目まで編んだら糸を引き出して、ここはちょっと真ん中なので、ここが最初の目になります。ここが立ち上がりで、ここが最初の目になるので、最初の目に、針を通して、このようにチェーンをする形で、編み終えます。これ最初の、編み出しの、糸端になりますので、同じようにこの裏側に目立たないように、こういう風に返しながら、糸玉の糸端も同じように、裏側の編み地の裏側に、このように適当に縫い付けて、カットすればいいです。そしたら、糸端の始末を全部して、で、裏側からスチームを当てて形を整えたら完成になります。こちらが完成品になります。こんな感じに出来上がっています。すごく鮮やかな色合いで可愛くできていると思います。春夏に持ちたくなるようなバッグだと思いますので、ぜひ編んでみてください。